皆さん、こんにちは。まなみです。今回は RMK のベースメイクをレビューしていくんですけど、まずこちらが下地です。RMK ルミナスメイクアップベース SPF22PA2 プラスです。商品説明を読んでみます。ファンデーションの前に素肌レベルを底上げする RMK の新定番下地。とろりとした感触が肌に伸ばすとみずみずしく変化。快適なつけ心地でファンデーションの仕上がりを高める下地。気になるくすみや色ムラを光で優しく飛ばしながら自然なツヤがあふれる滑らかで柔らかな肌に仕立てます。高い保湿力と UV カット効果がありながらエフォートレスな気持ちよさも魅力。つけたてのもっちりとした潤い感と発光しているような明るさが長時間続きますと書いてあります。レビューしたかったのがこちらなんですが、クリームファンデーションアクアティックグロー SPF18PA2 プラスです。美的の2024年下半期のベスコスファンデーション部門の1位を受賞していました。商品説明が潤いあふれてツヤになる。追い求めたのは水分を抱えたみずみずしいツヤ、スキンケアクリームのような心地よさで肌に溶け込むようにフィット、潤いで満たし光が巡って内から輝くようなデューイな肌へと書いてあります。光の反射を生み出す高輝度オイルと立体感をもたらすクラリティグローパウダーを掛け合わせて骨格を引き立てる奥行きのあるツヤを実現したと書いてあったりとか、9種の保湿成分配合、重さや粉っぽさを感じることがなく美しい仕上がりと快適なつけ心地が長時間続きますっていう風に書いてあります。ちなみに匂いなんですけど、香料はおそらく入っていなくて、2つとも原料の匂い以外はしません。ということで、ここからは塗っているところをご覧いただきますが、経年ニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。はい、驚かせてしまったら申し訳ないんですけど、先ほど一度全部塗ってパウダーをする前まで行ったんですが、うまく乗らなくてざらつきが出てしまったり汚くなってしまったので、一度落としてきました。で、あとちょっと肌が痒いなっていうのが最近あるので、スキンケアをい肌のものに変えて、あとこのパックをしています。これで肌を潤わせてざらつきが出ないように塗りたいなっていうのがあるんですが、もう少ししたら取ってファンデーションを塗っていきたいと思います。それでは剥がしてそれでは日焼け止めを塗っていきます。スキン104のヒアルシカウォーターフィットサンセラム SPF50 プラス PA4 プラスです。先ほど日焼け止めを塗らずに化粧下地だけ塗ってファンデーションを塗っていたんですけど、あまり仕上がりが綺麗ではなかったので保湿した方がいいなと思って日焼け止めを塗っています。化粧下地がウォータリーな感じでみずみずしくて手でも塗り広げやすいので指で塗ってしかも白浮きとかもないので日焼け止め兼化粧下地として塗っていたんですが、あんまり仕上がりが綺麗ではなかったので今保湿をしっかりとして塗っていこうと思っています。少し時間を置いてから化粧下地とファンデーションを塗っていきます。それでは化粧下地から塗っていきます。このようなオレンジベージュ系のカラーです。これをまずは左側に塗っていきます。とてもみずみずしくて軽く毛穴の黒ずみとか赤みを補正してくれる感じの化粧下地です。とてもみずみずしいので指塗りでも綺麗に塗れますし、塗りやすくて好きな化粧下地だなって思います。ちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、こんな感じで毛穴の黒ずみが補正されているのが分かりますよね。頬と鼻はこんな感じで、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、この辺りの毛穴の黒ずみがこちらよりも隠れています。でもそんなにすごく変わるわけではないですし、あとトーンアップ力も高いとかではなくて、本当に自然に肌に馴染むようなカラーなので、そんなに変わりすぎないっていうのも個人的には好きなポイントです。こちら側も塗っていきます。ちょっと先ほどメイクを落としたからなのか肌が痛くて赤みが強いんですが、軽く塗っていきたいと思います。これはみずみずしいってお伝えしたんですけど、少し時間が経つと乾いてきてスキンケアのツヤとかも若干抑えてくれるような感じなんですよ。なのでなんか変にツヤ感が足されすぎないのも好きなポイントです。
両方に塗り終えました。本当におでこが綺麗だなって思うんですけど、補正をしてくれています。この辺りが乾燥しているのか、皮がむけてしまっているので、ここは多分ファンデーションがうまく乗らないと思うんですけど、この後塗っていきますね。本当にナチュラルに補正してくれるので、すっぴんみたいな感じの仕上がりです。ファンデーションはこちらです。やっぱりクリームファンデーションで重ためのテクスチャーなんですが、これをですね、まずこちらはブラシで塗っていきます。少し広げてからブラシで伸ばしていきます。この辺りが剥げてしまうんですよね。ムラになったりしているので、先ほど塗ったのとあまり変化がないかもしれないんですが、もしこれでも綺麗に塗れなければ、そのまま検証していこうかなと思います。やっぱりちょっとザラつきが出ます。左側だけに塗ってみました。おでこはこのような感じで、ちょっとザラついている部分はあります。でも人と対面する距離であればそこまで気にならないかなっていう感じで、頬もやはりザラつきがあるんですよ。肌の調子なのか、私の肌と合わないのかがわからないんですが、指塗りで塗った時はこれよりも汚くなってしまって、毛穴落ちとか、あとムラがかなり出たので、今のところそこまで好きではないです。カバー力はこのくらいで、スポンジで塗った時の方がカバー力が高くなるんですけど、薄く広げているのでこのくらいのカバー力です。ミディアムくらいですかね。赤みはこのくらい見えています。こちらはスパチュラでまず塗っていきます。で、濡らしたスポンジで叩いて広げていきます。やはり少しザラつきは出てしまいます。なんか落として保湿をしてから塗りましたが、1回目と変わらない仕上がりになっている気がします。ここにもう少し重ねたいので、肌の調子があまり良くないっていうのはあるんですけど、そういう時に塗ると仕上がりもあまり綺麗にはならないファンデーションかなっていう感想です。これ絶対にパサつきが出ると思います。このくらいにしておきます。やはりもともと皮むきみたいなのがあったので、この辺りはそれが目立ちます。全顔ファンデーションを塗り終えました。おでこはこのような感じで、全体的にザラつきとか、あと皮むけがある部分は結構目立ってしまったので、人と対面する距離に鏡を合わせてもこの辺りは気になります。頬と鼻なんですが、そんなに綺麗ではないなっていうのが正直な感想です。まだブラシで塗った方が、この辺りは綺麗なんですけど、でもここが剥がれてしまうので、うまく乗らなくて、あとこちらはザラつきが全体的にあるので、今の肌の状態だと綺麗に乗らないんだなっていう感想です。もともと肌にザラつきがない方とか、潤っている方が塗ると綺麗に乗るのかもしれませんが、今日の私の肌だとあまり綺麗には乗りませんでした。塗り直したんですけど、1回目も同じような感じだったので、私にはもう少しみずみずしいクリームファンデーションのようなものが合うのかなっていう気がします。一応パウダーを重ねていこうと思います。シャネルのプードルユニベルセルリーブレーヌ10番です。最近購入したこのロジーローザのブラシで塗っていきます。
こちら側だけに塗っていきます。やはりパサつきとかザラつきがある上からパウダーを塗ってしまっているので、それがより目立つ感じがして、そんなに綺麗ではないですね。左側だけにパウダーを塗ってみました。おでこはこのような感じです。この辺りとかのザラつきが気になります。頬はですね、絶対に剥げてしまうゾーンがあるんですけど、それが目立っていますが、こちらよりはこの辺りとかは綺麗かなって思います。鼻は結構綺麗です。こちらは4時間後の動画です。おでこはこのような感じです。こちら側は少しツヤ感が増しましたかね。でもこのザラつきとかはそのままっていう感じです。頬と鼻は、鼻は綺麗なんですよ。ツヤっぽくなっていますが、かさつきとかがなくて綺麗で、こちら側は、この辺りはパウダーをしているのでそのままで、ここが少しだけ皮脂が出てきています。で、こちらはこの辺りがツヤっぽいんですけど、でもテカテカな感じもなくて、ここのザラつきはそのままっていう感じです。で、少しサラッとしている感じもあります。こちらは6時間後の動画です。こちら側はサラッとしていて、こちら側もこの辺りはサラッとしていて、ここはツヤが出ています。頬はですね、意外とそんなにテカっていないんですけど、この辺りの皮脂はちょっとずつ増えていて、パウダーを塗った方もこの辺りが気になるんですけど、でもそんなに変わっていないですよね。時間が経ってもテカテカにはまだなっていないので、そこはいいんですけど、でもやっぱりファンデーションが剥がれてるのとかはそのままっていう感じなので、こちらはそんなに馴染んで綺麗になるとかはないのかなって思います。で、鼻はテカってきています。パウダーをした方もテカってきています。こちらは8時間後の動画です。こちらまだサラッとしていますね。やはり今日一度クレンジングで落としているので、肌が乾燥して皮脂が出にくい状況だと思うんですけど、テカったりもしていません。で、こちらはツヤ感がこのくらいあるんですが、そこまで変わっていないように感じます。頬と鼻は、この辺りの皮脂は増えてきて、ちょっとテカリが気になってきました。この辺りのよれが増えた気がするんですけど、あまり綺麗ではないですね。鼻は綺麗なんですが、テカっていて、こちらもテカっています。パウダーをした方はしっとりとしてきていますが、この辺りはあまり変化はなくて、ここの皮脂が6時間後より少しだけ増えたかなっていう印象です。紅がついてしまったんですけど、白く目立っているところがあるので、浮いてきているなっていう気はします。ティッシュオフをしていきます。ティッシュオフをしてもあまりティッシュにファンデーションはつきません。絶対に塗り直さない方がいいと分かりつつも、検証のために塗ってみます。一応少しでも綺麗に塗るためにスパチュラを使っていきます。かなり毛穴落ちしてしまいました。やっぱりダメですね。簡単にファンデーションを重ねてみましたが、毛穴落ちしたり、よりはそのままだったりとか、あまり綺麗ではないので、このファンデーションは私には合わないみたいです。おでこはこんな感じで、頬よりは汚くはありませんが、やっぱりもともとよれたりしている部分は見えるので、あまり綺麗ではないなっていうのが正直な感想です。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。それでは日焼け止めから塗っていきます。塗っているところは2倍速でご覧ください。で、普段であれば日焼け止めを塗ってから少し時間を置いて乾かしてからファンデーションを塗っていくんですけど、日焼け止めで肌が潤っているうちに塗った方が綺麗に塗れるのかなって思うので、一度試してみようと思います。こちらに下地を塗っていきます。
で、ファンデーションも塗っていきます。一気に広げてからスポンジで押さえた方が綺麗に塗れそうなので、全体に伸ばして、それからスポンジで押さえていきます。ちなみにスポンジは濡らしていません。7時間検証の時よりは綺麗に塗れている気がしますが、頬の内側はやはりザラついてしまいます。もう7時間後の時よりは綺麗なので、これが限界なのかなっていう気がします。こちら側も塗っていくんですけど、下地とファンデーションを混ぜて塗ってみようかなと思います。混ぜるのってあまりやらない方がいいと思うんですけど、でも同じブランドですし、化粧下地を塗ってからファンデーションを塗るので、いつも混ざっていると思うんですね。それで肌が荒れてしまったりっていうことがないので混ぜています。あんまりおすすめな方法ではないんですけど、塗ってみます。この塗り方が一番綺麗かもしれないです。でも少しザラつきますね。両方違った方法でファンデーションを塗ってみました。おでこはこのような感じです。やはりこちらは少しだけザラつきが出てしまったので、前回と同様元の肌の調子があんまり良くなかったのかなっていう気はしますが、でも他のファンデーションでもそこまで目立たないので、やはりこの RMK のファンデーションがザラつきが目立ちやすいのかなって思います。で、頬と鼻なんですけど、前回よりは綺麗に塗れていますよね。影を作るとこんな感じで、この辺りはザラつきが少しありますが、でも綺麗に塗れたなって思います。あとこちらは化粧下地とファンデーション混ぜましたが、この辺り少しザラついているのがわかるんですけど、遠くから見ればわからないかなと思うので、私は混ぜて塗るのもありかなと思います。ただあまり推奨はできないっていうのと、違うファンデーションを使えば簡単に綺麗に塗れるので、このファンデーションは出番が少なくなりそうかなっていう気がします。で、パウダーを塗っていきます。パウダーを塗り終えました。おでこはこのような感じです。で、頬と鼻なんですけど、塗ったことによってザラつきが少し目立たなくなったような気はするので、今回検証した中だと一番この仕上がりが綺麗ではないでしょうか。それではマスク検証をしていきます。こちらはマスクをつけてから4時間後の動画です。おでこはまだサラッとしていて両方綺麗で、頬なんですけど普通に崩れました。普通よりちょっと崩れ方ひどいかなって思うんですけど、こんな感じでファンデーションが剥げたり毛穴落ちしたりしています。結構密着力が高いなと思ったので、もしかしたらマスク検証でも崩れが少ないんじゃないかと期待していましたが、普通に崩れてしまいました。マスクの中はこのような感じです。ちょっといつもと違った形のマスクを使っているんですけど、上の部分にはこのくらいついています。そんなに多くもありませんが、普通についたかなっていう感じです。下はそんなについていません。この下地の長所はみずみずしいつけ心地で、肌に馴染む色なのと、毛穴を軽く埋めてくれます。ツヤ系なんですけど、乾くと少しスキンケアのツヤを抑えてくれるような感じなのも良かったです。短所は特にないかなと思います。このファンデーションの長所は密着力が高いところです。ク
リームファンデーションって普通はそこまで高密着なものは多くないかなっていう印象でしたが、これはピタッとくっつく感じがありました。ただその密着力が高いがゆえに、例えば頬とかで2回に分けて塗ったりすると、その重なる部分がムラになりやすいです。あまり肌に合わなかったなという感想なんですが、ざらつきやよれが出やすかったりとか、肌の調子にもよると思いますが、塗っていて剥げる部分もありました。前回のメイク動画で指塗りで塗ってみましたが、あまり綺麗に仕上がらなかったっていうのを考えると、どのツールでも私はあまり綺麗に塗れなかったので、私の肌質と似ている方にはおすすめできないかなって思います。ただ、これは口コミ評価が高い商品なので、肌に合う方の方が多いんだろうなとは思いますが、私には合わなかったです。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。